サーブ行きましょう。はい。いいよ、自分のペースでちょっと打ってください。はい。やっつね。ちょっと反対行ってみようか。はい。形はいいっすね。非常にスムーズなスムーズな感じ、はいなんか今まではい。グリップがすごい厚かったとかなんかあった今まで最初から結構薄く持ってた。いや、でも始めた当初はこんな感じだったけど、うん、まあ1年生ぐらいにうんこのぐらいに直しあて、もう小最学校から近はその1年生の時自分が1年生ぐらいの時から最初から多分コンチそのグリップだネンタルぐらいに直して、うん最近はもうちょっと薄いくらい。すごいね薄いこの年ではい薄くできるなんて素晴らしいですね。だって1年生の時ぐらいから、はい僕もそうだったけどこうやって持ってて、もちろんプロになるぐらいまではもうコンチネンタルより僕は薄くできなかったから、その薄く今情報もあるからもちろん薄くした方がいいっていうのと、やっぱ崎さんが例えば2メートルになるっていう予想がね、ついてればちょっとぐらい厚くてもさ、はい上からドーンって打てばいいけどやっぱ回転量と、ストロークプラスボレーっていう総合的なことを考えた上でやっぱサーブの多分組み立てをした方がいいと思うし、いろんなサーフェスでやるんだったらやっぱスピードとパワーだけでは押し込めないから、はいすごくグリップ、いいと思います。それは本当に、スタテニさんの動画を見て、ありがとうございます。役に立ってるんですよ。役に立ってよかったですかね。やっありがとうございますぱそういうところでね、やっぱ少しでも早い年齢ね、低年齢のうちからそういうことにやっぱトライするってすごく大事ですね。大事だし、やっぱ早く始めれば始めるほど覚えるのも僕は早いと思います。逆に長く厚いグリップでやってるといやなか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 変えれないっていうのがあるんで、いやっぱそれ継続してってで、はいあまり薄くしすぎると、今度体がまだ出来上がってないこともあるから、肘とか肩に負担がかかる可能性があるのね。やっぱり薄いとそれだけスイングスピードを出そうと思って、まだ体が出来上がってないのに強く強くってやってるとどっか痛める可能性があるから、はい体が出来上がっていくのをちゃんと考えながらグリップだとか、はいラケットの重さとかね、そういうのもいろんなところもそういうのはうまく、対応していく方がいいかなと思います。でサーブのところなんだけど少し体重がお尻というかちょっと残り気味の時が、何回か見受けられるから、もっとサーブのこのサーブの練習ですって言ってこうサーブをねこう打ちますっていうだけじゃなくて次の動きとかも考えて、例えばサーブ打ったらもう次こう動き出せるような感じのものをイメージしてサーブ打った方がいいと思う。どうしてもサーブの練習っていうのはサーブだけでこうやってボールをもらって、例えば的を置きます、はい、そこに向かってサーブを打ちます、あ、いいサーブ入ったよしだけでは試合は成立しないから、ここでもうストロークのさっきの雰囲気じゃないけどやっぱボールを自分で取りに行ったらきちっとこう相手をイメージしてもうそこでこう雰囲気を出しておいて、でそこからサーブの練習をして、ステップ踏むなり踏まなかったとしても試合っぽいイメージを持って球数を少なく可能な限りしていい練習してほしい。グリップもチェックするし自分のトスの位置だったり高さもそうだったりっていうところをチェックしながらやった方がいいと思う、はいちょっともう少しいきましょはい。うね。そうどこにスイング的には非常にいいですよねどこに狙うかってね、はい。もう少し前にね打ち終わった後前に行っても俺いいなと思うね、左足がもっとそう下がることじゃなくて、中に入るそうトスが前目になってもいいから自分の体がしっかり前に入り込んでいいです、はい。下半身がまだねまだ弱いから。そうでも、もうある程度倒れちゃうのは仕方ないと思うこれは。そう自分の体を後ろに残さないでもう前に、はい。行ってしまう。オッケーいいよ。ね、いいサーブ打つな。
雰囲気を出して、よ、どうぞ行きましょう。さあどこ狙おうか。どこ行く？じゃあセンターで。センター、OK。試合の雰囲気をね自分で出して、OK よ。ネットしたらネット下でいい。はい。OK よ。じゃあ今度僕向こう側行くんで、はい、サーブを打ってボール出しをスッと出すんで、次のボールもステップしてフォアで打ってもいいし、さっきね最初にやったバックでやってもいいんで、一つだけ打つ場所だけセンターかワイドサーブどっちかにしましょう。はい、ね、それだけ宣言をしてからサーブに入って、そこからボール出しします。はい、ね、ありがとうございます。そこまで。下半身がまだできてないから、こうフォームが流れる止められないですよね。グッて。1ポイントずついきましょう。はい。じゃあワイドで。はい、ワイド。OK。はい。すぐ。OK よ。雰囲気出してね。雰囲気出して。じゃあワイドで。ワイド。はい。OK。OK。オープンコートじゃなくてもいいからね。それは自由に。はい。決断も早く、パッと、はい、もう決める。ワイドで。OK。じゃあセンターで。はい。OK。ナイスショット。センターで。OK。ナイスショット。グッド。ありがとうございます。判断。はい。どこにボールが来たか。ワイドで。はい、ナイスボール、ナイス体重乗せ。ラスト2点いきましょう。はい、センターで。はい。おお、ナイスオー。ラスト。センターで。OK よ。ありがとうございます。サーブでこうコース決めれるでしょ。で、そこにもちろんきちっとサイドライン、センターラインを狙うってことは今後絶対大事だと思うし、そこにどういう球種で狙うか。で、どういう球種で狙うかっていうことは、バウンドした後どういう曲がり方なのか、どういうボールの軌道を描けるのかっていうのをもっともっと想像して練習する必要がある。どこに入っただけじゃなくて、そこに入ってどう変化しますかっていうことまで今後やっぱ想像していく必要があると思いますね。今の段階ではサーブのところにはすごくグリップもしっかりしてるし、トスも高すぎず、これから今の段階でああだこうだっていうのは僕は逆に今は伝えたくない。今のままでどの場所を狙うのと、あと狙った場所に対してどこに帰ってきて3球目をどうするか、で3球目も必ず決めなきゃいけないわけじゃなくて、やっぱり自分が得意なコースであったり、あとはこれちょっと打ったらミスするかもなっていうところは無理に打ちに行かない、そういうふうに自分でここは絶対にサイドライン狙っちゃいけないとか、ここはストレート狙っちゃいけないっていうのを自分でパッと判断をして、それをしないでラリーに持ち込む。でラリーに持ち込んでチャンスがあったら前に行ってボレーで決めるっていう考え方でいいと思う。それでね、いろんな相手とやっていくことによってすごくこう分かっていくと思うので、ここまではちょっと佐々木さんがどう今後するかっていうのをちょっとやってきて、ちょっとせっかくだから僕が少しサーブを打って、ちょっとリターンというか、そんな本気で打つとかじゃなくて、このスピードをこういうスピードで多分今後強い相手と当たった時にそういうサーブのスピードが来る、そのタイミングで来る、じゃあどういうふうにするかっていうことをちょっと体感してみたらどうかな、せっかくなんで、それが今日の最終そのレッスンのところでいきましょう。
変な癖がないんで、今は僕はこのままでいいと思います。多分これから身長伸びたりパワーがついてくるとちょっといろいろ自分でやると思うんで、今は僕はねせっかくこうやって動画見てくれてグリップのことをねやってくれてるから、変に何でもかんでも与えるんじゃなくて、多分自分でこう考えてやってくれるから、ちょっとそれにかけたいと思います。ちょっといきます。はい、お願いします。打つ場所は言います。はい。センター行きます。はい。センタはい。ー。ワイド行きます。はい。ワイド。はい。あそこを右で打ちたいな。はい。反対側行きましょう。はい。早いね。早いな。すいまセンター行きます。はい。センタはい。ー。おー、ナイスリターン。ワイド行きます。はい。ナイスリターン。ワイド行きます。はい。反対側行きましょう。今度は言いません。はい。はい。ナイスキャッチ。さあ相手よく見て。はい。取っちゃったかな。大丈夫かな。なかなか難しいでしょ。はい。いいよ。すいません。ごめんなさい、ごめんなさい。このポール難しい。デュースサイドラスト。はい。すいません。はい。反対側行きましょはい。う。リズムが合ってるよね。サーブに対しての。おお、曲がる。ラスト2球いきます。はい。あれは取れない。そこ一番得意なところ。ラスト2球いきます。もう一回いきます。セカンドサーブいきます。はい。ラスト。はい。セカンドサーブ。OK。Please subscribe. ということで沢木さんとのレッスンはこれで終了になりますけど、最後のリターンのところなんか、僕が思ったのはなんか雰囲気が返すぞ、僕のタイミングに合わせるぞ、なんかね、なんかすっごい動画見てきたんじゃないかなっていうなんか僕のこのちょっとモーションとか打つ種類とかになんか合わせてくるんだよね。もちろんね、その本気でこっちが打ってるわけじゃないけども、やっぱりこのハードコートでそれなりにボールの推進力があったりね、曲がり方とかっていうのは多分初見なわけだから、そこにやっぱりラケットを合わせるっていうのはやっぱり一つの大樹さんが持ってる能力だと思うので、どうでした？サーブ実際こう。いやでもサーブやっぱ受けてみて、すごいなんか初速っていうよりかは、そのバウンドした後の伸びとか。なるほど。あとは、力強さだったり、この衝撃とかもね、多分受けた時、あ、こんな感じなんだっていうね。そうだね。だからそういうのをやっぱり今度は自分が大きくなっていく、成長していく過程で自分が打てるように僕はなってほしいと思うし、それは
女性のプレイヤーであっても全然可能だから、やっぱりスピードだけパワーだけじゃなくて相手にとって嫌なサーブだな、打ちづらいサーブだな、返しづらいサーブだな、プラス返してもなんかやられちゃうなっていう雰囲気をやっぱ分かってほしいし、それを、ぜひね佐々木さんがこう求めるというか、それを目指してほしいなと思いますね。確かにこれだけね技術がもうできるとなると、練習ではやっぱゲームベースで練習をずっと進めて、いかにこう相手を見て、相手がどう感じ取ってくれるのか、プレッシャーをどう感じてもらえるのかっていう相手を考えながらプレーをするってこともすごい重要になってくると思うので、確かに技術的なものはねまだまだやんなきゃいけないですけど、そうやってね強くなってほしいなと思います。はい、またやりましょう。またやりましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!